길베르트의 사랑해가 보호자로서의 사랑해인지 이성으로서 사랑해서 사랑한다 한 말인지 이걸 모르겠다, 이해가 안 간다 말을 좀 자주 했었는데, 이제 여기서 또 헷갈리는 점이 써주신 댓글들을 보는데 당연히 보호자로서의 사랑이다, 보호자로서의 사랑해가 맞다 이렇게 말씀해 주시는 분들이 반, 그리고 아니다, 이 시대상 봐라, 5화에도 보다시피 공주가 24살 왕자랑 결혼하지 않았냐, 이 시대상을 이해를 하고 봐야 된다, 이거는 이성 간의 사랑해가 맞다 이렇게 말씀해 주시는 분들 반, 이렇게 반반 여러분들 의견들도 이제 나뉘더라고요. 전 여기서 조금 더 혼란이 온 거죠. 그러면은 뭐지? 제가 느끼기로는 길베르트의 사랑해가 뭐 어찌됐건 간에 바이올렛이 길베르트한테 이성적인 사랑을 가지고 있어. 바이올렛이 길베르트를 아주 사랑하는 것 같아. 그렇기 때문에 이게 보호자로서의 사랑해로 받아들이지 못한 거죠. 왜냐면 바이올렛이 부모님을 사랑하는 마음이 아닌 것 같거든. 길베르트를 생각하는 그 마음이 정말 깊게 사랑하는 남자를 찾고 그런 느낌이었어요. 그래서 그런 것 같다. 이제 거기서 끝이 아니라 문제가 뭐냐, 시대적 배경인 감안해서 생각을 한다 해도 공주와 왕자의 사랑은 나이 차이가 그렇게 많이 나고 공주 미성년자고 해도 그래도 이제 받아들여졌어. 공주는 좀 성숙했잖아요. 바이올렛이랑 다르게 좀 아는 것도 많았고 애가 머리도 잘 쓰고 좀, 그리고 왕자와 공주의 서사도 종종 보여줬잖아. 그래서 조금 이제 납득이 가서 별 생각이 없었던 것 같은데, 이 길베르트랑 바이올렛 같은 경우는 바이올렛이 일반적인 소녀보다 더 좀 미숙한 아이로 보여지니까 뭔가 좀 미숙하고 뭐 모르는 여자애를, 바이올렛은 이제 많은 걸 배우고 성장했으니까 괜찮을 거다. 괜찮겠죠. 그리고 개인적으로 제가 길베르트의 매력을 못 느꼈다. 제 개인적으로. 오히려 호진스 바이올렛 괜찮습니다. 그리고 길베르트 형제 있었잖아요. 오히려 길베르트 형제가 길베르트보다 성격도 더럽고 뭐 인성도 좋지 않아 보였으나 매력은 조금 더 있었던 것 같은. 바이올렛 에버가든에서 나온 남자 중에 길베르트가 그냥 조금 그냥 이렇게 개인적인 그냥 내 취향이 아닌 거지. 개인적으로 호진스, 길베르트 둘 중에 한 명 선택하라 하면 무조건 호진스 선택하는 게 맞지 않나. ほぼ鎮圧された。一部の反対派は逃亡。他の勢力との合流を狙っていると考え、君の部隊の力を借りて 나온다 이제. リートフリートブーゲンビリア海軍 이거 형이다. 海軍の 해군. 私調印式は今後に関わる重要な式。3日後にとして完成した大陸縦断鉄道に施設と民間のドールが乗り、ディスタリーからガルダリクに向かう。これが危ない。二度と争いは起きてはならん。近隣部隊を自由に使って構わん。必ず阻止してくれ。わへ。ジョーちゃんの配達先は本当にディスタリーでいいんだな。補給さえあれライデンまで送ってやっ 배송하고 돌아간 길이야? 大変な目ばかりなんだしよ。まあ気が変わったら教えてくれ。 비행기는 창문도 없어? すごい。それだけこのが重要ってことだな。 私たちがあの特使とガルダリクに会うならね。ああ、それが済めばやっと戦争の終わりだ。 CH 郵便車の方ですね、うん今後の世をご案内させていただきます。メヒティヒから運河を切りえーリスタリーに到着の予定です。そこで待機している特別列車にと乗車していただきます。船での移動とさせていただいております。ありがとう。その社長は来ていないのか。あ戦争が終わった途端にさっさと退役しよ 길베르트 형이 매력적이야. 誰よあんた。 길베르트 ブー 어디 ゲンビリア大佐、ブーゲンビリア。 아우 멋있어. 작화가 진짜 到着いたしました。 가다리병 遠いところご苦労 천명 だ。交通あるかもしれんな。 좋아요. 우 沿線で火事があった模様です。 난다. 火事か。違います。爆発の跡があります。 딱 안다. 전쟁에 엄청 특화됐어. 감각이 엄청. 巡将閣下に伝えろ。無事潜ちょ入に成功したと。了解しました。なんで動かないの？ 近くで火事だ。 기차 괜찮아? 기차 폭발하는 거 아니야? バンデルさん、あの列車のそば 이거 にいてくだ 봐. さい。無茶言うな。同僚があの中にいます。お願いします。 미친. だね、捕まれ。の火災が起きています。すべて鉄道周辺。 히노카미 しかも 가고. 徐々にこちらに和平反対派ですか。ああ、次はこの車両を狙ってくるぞ。
敵の動きを探る。先行偵察隊を線路沿いに直ちに準備させます。 왔다 왔다 왔다. バイオレット、あなたどうしてここに？カトレアさんはどこに向かわれるのですか？バルダリクとの和平調印式に近くに爆発の跡がありました。私も同行します。あなたは会社に戻るの？なぜ貴様がここ？レガルの任務から帰る途中でお見かけいたしましたので、任務の遂行中にガルダリク軍の残党を見ました。確かに見たのか。 응. 와, 바이올렛이 뛰어나네. 話を聞かせろ。上空から爆発痕と9カ所の黒煙を視認しました。やはりこの鉄道を足止めして直接攻撃する気か。 헐랭. 前方の安全が確認でき次第、大師貴様もさっさと降りろ。そのような状況ならば私も大佐ご命令を。 또 명령. 道具なのだな。 이제 아니야. 이제 아니래. 네 눈알이랑 똑같다 색깔이. 海軍大佐から報告です。反対派と思われる破壊活動が鉄道周辺で発生。特殊の乗った列車を狙っている模様。何としても守り抜くように伝えろ。全軍に出動準備。周辺諸国にも連絡。 또? 再び戦争にだけはさせるな。列車を襲撃して和平を振り出しにも。どこで仕掛けるつもりなのでしょう。速度が落ちると、そして破壊されると復旧が難しく、恨んで座体撤去。トンネルは建設に10年間。破壊されたら南北縦断鉄道。今の揺れは？バイオレット、徳司様をお連れいたします。ここにいてください。俺がこの列車を止める。お前は中の人間を守れ。やはり命令が欲しいだけ。違います。貴様は道具だ。 아씨. 俺が敵。平然と殺すんだろう。誰も殺しません。武器はいりません。じゃないなら何だと言うんだ。 자동 인형수기. 貴様、ライデンシャフトリヒ。怒る 아! ことないだろう。あいつが死んだと誰も。私はあれを戦場で見た。ライデンシャフトリヒの戦闘人現実では終わっています。間。終わったものか。我々は戦争が終わり向こうに迎えられるのを夢見て戦う。我々は全てに裏切ら捨てられた。ならば全てを破壊して誰も殺したくありません。かかれ。 도구 없이 내 눈으로 할 수 있어. 종이야. 미친. 안돼. 안돼. 소령님이 조심. 大事なものか。少佐、死ね。 뭐야? 何をしている。 오리다 오리. リートフリート大佐。守れないくせに不殺とはおこがましい。そんな奴を守ろうとしたのか。もう誰も殺したくないのです。それは生きるであって殺せではありません。ない戦闘人形などただの足手に。ルベルトも守れなかったんだ。敵を殺したんだ。だからお前も死んでしまえ。早く死ね。 거짓말 그래놓고 살려줬으면서. 그러면 아까 죽게 내버려 それで 두지. もおっしゃったのです。守りたかったんです。戦争。 오! イシドル。 팔로 막았지. 팔로 총 막았어. 보호했어. み 개쩐다. 바이올렛이 멋있네. 길베르트 형 매력 있고, 바이올렛 너무 멋있고, 그리고 이게 딱 그 서로 바이올렛이 죽을 뻔했는데 길베르트 형이 막아줬지. 그리고 길베르트 형 죽을 뻔했는데 바이올렛이 막아줬지. 이런 거 좋았다. ありがとうございます。 時間切れだ。さっさと私を殺していれば間に合ったかもしれんもの。なんか救済室に急げ。キャブリキ。 우리 고장 다리 폭발하는 거 아니야? 아, 바이올렛이 못하는 게 뭘까? 발 희생하려고 한 거 아니야? 한쪽 발? もう一つの爆弾を。分かった。 댓글에서 얘도 전쟁 기계였다고. 한 마리! 안 돼! 안 된다! 어쩌면 좋아! 손이 부서졌어! 너무 빨라! 안 돼! 오, 잡았어. 国際平和と安全を維持するため主権を有する対等の関係として相互に連携を行う。直ちに公正な貿易をされ緊急支援物資を1年分提供するを調印することを誓う。終わりました。
なあ、戦争は終わったのに息子は帰ってこない。息子は諦めようと妻に言っよくわかります。た。紙にはこう書いてくれるかな。俺たちのところに生まれてきてくれてありがとうって。 그때 그 11화에 나왔던 전 병사랑 はい。 똑같은 말인데 전달 그게 다르다. しばらくみんな楽しみにしてるのよね。明日が締め切りだからもう一日頑張りましょう。ネットも書いてみたら。私はまだ自分の手紙を書いたことがあります。じゃあ記念すべき初めての手紙ね。今のあなたが思う通りに書けばいいの。心のままにね。心の少佐、なんだ、私はもうご不要ですか？ホッチンズ中佐の元は私の全てです。この戦い以降聞かなくていい。誰の命令も聞かなくていい。自由に生きなさい。 命令ですか？命令だと思うんだ。本当に道具だと思っているとのであれば、幼い君を抱いて帰りはしなかった。君をずっと私だけのそばに置かなかった。分かっているはずだ。怒っているのも辛いのも君を。 아기다 아이가 이때는? 君には感情がある、心があるだろう。ないというのならその顔はなんだ。そんな顔ができるんじゃない。今私のことが怖いだ。急に怒鳴られて嫌だろう。主人に言われて腹が立つだろう。わかりません。嘘だ。嘘ではありません。自分でもわからないのです。その命令を聞いていたいのです。少佐の命令があればどこにでも行けるのです。すまなかった。私は君が自分は道具であれ、そんな風にしてしまったのは。 아 저런 죄책감이 계속 있구나. 君はまだ私のことを信じて。君は悪くない。 너무 이게 내가 하지 않나? 모르겠다. 心はあるのです。あったのです。あの時も。ですが、少佐に何を伝えたいか。バイオレットちゃん、締め切りは今日の夕方だけど、朝までに書ければ俺が事務局に持っていく。だから書くんだ。授業でもいいから。 좋은 어른들 진짜. はい。失礼します。ブーゲンビリアさんとおっしゃるお客様も。 今日は休みなのに会うのが俺で悪かった。 옷이 달라졌네. 大殿のうちの屋敷には来たことはなかったな。驚かないように言っておくが、記憶が曖昧になった。母だ。あなたは？バイオレットです。母上が会いたいと。あの子がここに引き取ってほしいと。やっと来たのね。ギルベルトは一緒ではないの？母上、ギルベルトは一緒です。あの子の瞳と同じ色だ。美しいわね。言葉がわからなかったので言ったことはありませんが、少佐の瞳は出会った時から美しいです。それであなたギルベルトとはどういう？ 고이비토. 少佐は私を拾い育て、 使ってくださいました。ですが、インテンスの戦いであの子。 죽었지. そうです。その話をするために来てもらったのでしょう。そうだったわね。あなたのせいではないわ。あなたが背負わなくて。リートフリートはね、もうギルベ諦めろというのできはしないのに。子供の頃からそれは仲のいい兄弟だったのよ。 나이 차이가 좀 나네. 生きてる。 속에? 心の中で。だから決して忘れない。思い出すたびに辛くてもずっと思って生きていくわ。だって今も愛しているんだもの。あいつの分もお前は生きろ。生きてそして死ね。俺からの最後の命令。 언니짱 멋있다. 命令はいりません。 와, 집 俺が捨てた道具を 뭔데? ギルベルトは道具として扱わなかった。 인간으로. だからそれは両腕を失い、あいつからもらった大切なもの決してなくすことはないだろう。 쓰나봐. 뭐라고 썼을까? 길베르한테 보내는 편지잖아. 本当 나오겠지? いい天気になってよかった。珍しく雪が降りましたもんね。ルクリア、よかった。来られたのね。航空祭の代筆であなたも忙しかったでしょ。たくさん手紙を書きました。自分の手紙も。そっか。エリカさんは最近好きな人ができたの。その人に決めて。俺の手紙の内容知りたいか？知りたい。実はさ、ホッチンズ宛てに書いたんだ。将来
俺が社長になお前俺にとってから来たなんてこと人のこと言えないでしょ。あなただって何書いてんのよ。パパから未来の娘へ。いつの間にかやめ書き損じた手紙が社長室のゴミ箱からいっぱい溢れ出てたわよ。やめろパパは君が生まれるのを待ってるよ。 아, 엄마가 누군데? 엄마가 そして 혹시 祈って君がすくすく育つこと、幸せになること、誰かを愛し愛されること、そして君や君の子供たちの生きる未来が幸せであふれた世界でありますように。たくさんの人の思いが空から降ってき 또 ま 마음이 す。 내리는데 하늘에서. バイオレット 아, 翔さん、親愛なるギルベルト少佐、 나의 사랑하는 길베르트. お元気ですか？お変わりないです。今どこにいらっしゃいますか？たことはいませんか？春も夏も秋も冬もいくつも季節が過ぎ少佐のいらっしゃる季節だけが巡ってきません。私最初は分かりませんでした。少佐のお気持ちが何一つ分かりませんでした。少佐にいただいたこの新しい人生の中、少しだけですが感じることができるようになったのです。代筆を通して出会った方たちを通して信じています。少佐がおっしゃる。だから私も生きて生きて生きて、その先に何があるか分からなくてただ生きて、そして得たらこう伝えたいのです。今愛してるも少しは分かるのです。 아깝다. 이런 장면에 같이 울어야 될 것 같은. 와, 너무 예쁘다. 아, 진짜 힘들었겠다. 그리고 작화. 표현력이 진짜. お前お茶入れてくれ。なんで俺がお茶を。バイオレットちゃん、お客様がお待ちだよ。今行きます。 자동수기 인형 끝. 자동수기 인형과 사랑해. 아이시테루. 이거 뭐지? 그 양산이 양. お初にお目にかかります。お客様がお望みならどこでも駆けつけます。自動手記人形サービス。バイオレット・エヴァーガーデンです。 뭔데? 왜 마지막에 얼굴이 붉어진 거야? 궁금하잖아. 극장판에 나오나 본데? 극장판이 뒤에 있잖아요, 지금. 여기서만 끝나도 너무 완벽한데 극장판이 있다, 이 말은. 유추하는 거는 그만두고 개인적으로 12화 13화가 너무 좋았습니다. 길베르트가 떠난 빈자리에 길베르트 형과 엄마를 만나는 모습까지. 그리고 바이올렛이 쓰는 첫 번째 편지, 길베르트 소령한테 보내는 그 편지도 너무너무 좋았고 고마운 거죠. 사랑의 의미도 알고 다시는 볼 수 없지만 나에게 인생을 준 사람이잖아. 그렇습니다. 좀 안타깝다. 나 진짜 너무 예뻤다. 이 애니메이션은 이런 게 좀 현대 사회에 많이 없어진 것 같아서 마음을 전하는 게 너무 힘들어진 사회 같아. 사실 저도 손으로 쓴 편지라는 걸 안 써본 지 7, 8년은 된 것 같아요. 진짜로. 편지를 안 써본 지 진짜 너무 오래됐고, 그리고 요즘 사회에서 저렇게 마음을 전해서 하기보다는 그냥 카톡으로 장문 카톡 이런 거는 보내지. 행복하길 바랄게 뭐 이런 거를 쓴다든지 30번째 생일 너무 축 뭐 이런 거 쓰죠. 근데 저렇게 마음을 꾹꾹 눌러 담은 그런 편지를 주고받는 게 없다 보니까 요즘은 그 마음을 알잖아요. 편지 쓴다는 것 자체가 얼마나 소중한 건지. 받는 사람 쓰는 사람 다 모두에게 너무나도 소중하고 따뜻한 그런 거니까. 다 현대 사회에서 잘 느낄 수 없는 그런 감정을 보여준 작품 같습니다. 편지라는 매개체를 통해서 오랫동안 잊고 있었던 감정 이런 게 이제 생각이 나죠. 그리고 그 감정이 또 주된 그거다 보니까 사랑의 의미를 찾기 위한 그 바이올렛의 이야기였잖아요. 본인이 지금까지 느꼈던 감정이 뭔지 알고 그런 것들
잊고 있었다. 너무 도파민, 즉각적인 재미 이런 거만 추구하며 쫓다가 아 이런 감정 저런 감정도 있었지 이런 걸 한번 훑고 가면서 아주 오랫동안 읽지 못했던 편지를 꺼내서 읽는 듯한 그런 기분이 났습니다. 그래서 따뜻하고 벽난로에 장작불 하면서 이렇게 따뜻한 담요 덮고 그러니까 그런 느낌, 코지한 느낌이 났어. 비록 뭐 전쟁 이야기가 담겨 있었지만 그렇습니다. 그럼 저는 바이올렛 에버가든은 언젠간 올릴 극장판으로 오겠습니다.